Bis Multimedia Channel にようこそ。Oggi siamo alla Takara Seika. Si tratta di un'azienda che produce caramelle, si trova a Kainan, la città di Kainan. Un'amica ci ha introdotto a questa azienda e quindi siamo qui insieme al presidente per un'intervista. Caramelle interessantissime, noterete che ci sono forme particolari, discuteremo di questo con il presidente. Benvenuti a un nuovo episodio di Bis in Giappone. ではこちらはMitsuoka Takayuki社長です。よろしくお願いします。ろしくお願いします。これからインタビューを始めたいと思います。最初の質問は会社の歴史についてなんですけど、はい、どうして飴を作ったんですか？きっかけありますか？はい、そうですね。宝製菓自体は昭和55年に、創業設立、してるんですけど、私の父親である先代が始めました。始めた時にちょうど菓子業界で飴を作るところが不足していた、父親、私の祖父母が、菓子関係に、それ以前から従事してたんで、その流れで、人の紹介で、今飴作るところが少ないからお前とこの息子飴やらんかっていう話をしてもらって、私の父親が創業前に修行に出てまして、で、その父親が飴を昭和55年に作り始めたっていうのが始まりです。はい。そうなんですか。はい。ありがとうございます。次の質問はお寿司。どうして寿司の形なんですか？いや、もうこれは日本人が大好きな形で、やっぱりこう、はい、いろんな飴屋さんがねお寿司の飴作ってるんですけど、このお寿司に関してはもうずっと途切れることなく、どちらの飴屋さんも一緒だと思うんですけど、今はちょっとコロナで外国からお客さんがなかなか入ってこれないんで、売り上げが落ちてると言っても、やっぱりその中でもお寿司はそれなりに動いてる商品なんで、ね、みんなが大好きっていうことだと思います。はい、大好きなんでお寿司です。そうですね。次は、はい、おすすめ。飴の中に一番人気の商品は何ですか？はい、そしておすすめありますか？お寿司です。やっぱりですね。お寿司ですね。やっぱりよく売れてるっていうのもあるんですけど、全国に流通させられるように生産効率を考えて、皆さんの大好きなものより比較的安価にお届けできるっていうので、おすすめさせてもらっています。はい、なるほどです。ありがとうございます。はい、次の質問はこれについて。インターネットで宝製菓の飴の種類が400以上と拝見しましたが、本当ですか？そうですね。実際今商品で動いているものはもっと少ないとは思うんですけど、実際この形に関しては400以上。なんならもう日々ずっと増え続けていってるようなイメージです。はい。すごいですね。はい。弊社の方形のある棒付きキャンディーを軸に。昭和55年からずっと商売してますんで、長くやってればやってるほど、いろんな形の依頼ありますんで、それにどんどん応えてると自然と型は、はい、多くなってきます。インターネットでそれを読んだら、すごいなって思って。ありがとうございます。インターネットでこの情報もありましたが、お祭りの飴って何ですか？そうですね。棒付きキャンディー、寿司なんかでもお祭りで売られてるお客さんもいますし、本当に星とかハートとかオーソドックスな形の飴を、仕入れてお祭りで売っていただいているお客さんもいるんですけど、和歌山独自の飴がありまして、お祭りの江別さん、商売繁盛のお祭りで、販売されるのし飴っていうのをうちの方で作ってます。はい、師匠の飴屋さんがたくさんまだ作られてるんですけど、うちの方でも何年か前に辞められる飴屋さんから引き継いでご指導いただいて作らせていただいてます。はい、そうなんですか。これは和歌山独特で、和歌山ではその江別さんでのし飴っていうこのひらがなでのしって書いたような形の飴を、はい、作ってたくさん売らせてもらってます。はい、かわいいですね。ありがとうございます。さっきもコロナというキーワードは出ましたが、次の質問は、世間では新型コロナウイルスがまだ収束していませんが、会社に影響がありますか？そうですね。コロナ影響あります。はい。
で実際コロナの影響がすごく出てきたのが、4月からなんですけど、本当に大きな影響が出てます。はい、やっぱり外国からのお客さんをたくさん買っていただいてたのかなっていう印象なのと、あとは結構観光地とかですね、旅行先で消費していただく部分っていうのもすごく多かったのかなっていう印象で、本当にそのあたりがもうだいぶストップしてしまったですね。こちらも製造卸っていう業態で、ほとんど全国に出荷させていただいてたっていうのもあったんですけど、地元で消費していただく部分がすごく少なかった。今地元で結構消費する方が多いよって言われてる時代、地元消費ですかね。地元の道の駅さんとかで旅館とかですね、売店とか本当に地元で弊社の飴を知っていただけるように取り組みながら徐々に回復を、待とうかなという、耐え忍ぼうかなっていう、状況です。大阪市でも発売していますか？そうですね、現時点ですかね。コロナ前は本当にもう全国へっていうのが基本だったんですけど、今は本当に地元の方でも喜んで買っていただけるお客さんもおりますし、全く今まで知らなかったっておっしゃられるお客さんもいるんで、まだまだ弊社の認知度は低いなっていうところで、置いていただけるお店さんにはお店さんの意向も聞きながら、頑張って置いていただけるように今営業させてもらってます。ありがとうございます。じゃあ次の質問、どうやって新しい飴を作るんですか？そしてアイディアはどこから来るんですか？基本的には先代から引き継いだものをベースに、商売させてもらってるんですけど、先代の場合は、人それぞれ商品の生み出し方って違うと思うんですけども、型作りとかですね、芸術的センスがすごくありまして、でこれまで消費者の方の好む形っていうのを捉えてまして、でそれに見合った型をどんどん生み出すことで、お客さんの心を掴んでたんですけど、私の場合は地域でいろんなお店を回る中で感じるのが、やっぱりお客さんの声に少しでも応えられるように努力する。基本的にはお客様のご指導のもと新しい商品が生まれてくるって、そういうイメージですね。私の場合は。なるほどです。では秘密ではなければ、アイディアから発売までどうやって商品を生み出すですか？先ほどの質問と重なる部分もあると思うんですけど、基本的にはお客さんの声を聞いて自分なりにそれを解釈して、もう飴を試作します。でそれを可能な限り早くお客さんに見せて、で次の意見をいただいて改良しますね。その過程でもちろん一緒に働いてる、工場の方とかにも見ていただいたり、いろんな方の意見を聞きながら、最終的にはお客さんの意見と、自分の意思と、両方バランスを見ながら商品を作ります。そういう流れですね。次は未来。2016年6月、事業を継いだと聞きましたが、これから営業力を強化し、販路拡大をどのように進める予定ですか？営業力強化と、お客さんとのコミュニケーションをしっかりとっていきながら、本当に宝製菓を認知しっかりしていただいて、飴といえば宝製菓って、そう感じていただけるお客さんを増やしていきたいという、そういう思いです。で未来っていうことですので、会社目線ではそうなんですけど、その中で、売り場でお客さんが、特にお子さん中心の商品なんですけど、お子さんが見てかわいいって喜んで、寄ってきてもらえる、お店の中にちっちゃなテーマパークじゃないですけど、そういう売り場作りも合わせて進めていきたい、そう考えてます。これから三岡社長に商品を紹介してもらいます。よろしくお願いいたします。ではまずこちらから、こちら弊社売れ筋の先ほどからも一押しの寿司飴です。人気の寿司飴を5本に束ねた寿司飴5本セットっていう商品なんですけど、これ単純に売り場で寝かしてカゴの中に売ってても、なかなか目につきにくいのと、よくあるお菓子、よくある飴として埋もれてしまうんですけど、
売り場にこういう、木に穴を開けて、販売させてもらうことで、見てもお店さん側からしてもね華やかで、買う人の側からしてもなんだっていうちょっとね楽しみを持ってもらえるのかなということで、こういう販売重機、実際これ販売用の重機なんですけど、これが棒付きキャンディーの売れ筋の、おすすめのお寿司、基本的には棒付きキャンディーなんですけど、お寿司のところが、キャラクターになったり星になったりハートになったり、いろんな形になったものを主に作らせてもらってます。で以前は少なかったんですけども、ボードのついてない味とかですね、味を楽しむ袋物のキャンディーですかね、運が開ける飴、よく売れてるんでご紹介させていただくんですけど、べっこう飴、砂糖と水飴だけを原材料にしたシンプルなべっこう飴で、これも形が弊社得意なんで、これも一つずつ招き猫とかですね、かわいい。いろんなめでたい形が入ってるべっこう飴になります。その他にも、農産物を炊き込んだような飴ですね。最近直売所さん、結構お客さんにも強いになってきましたんで、生姜を入れた生姜のど飴ですとか、いちごをペーストにして炊き込んだいちごミルク飴ですとか、こういう農産物を炊き込んだ袋のものの商品っていうのもすごく最近は増やしていってます。で和歌山の土産物ということで高野熊野古道飴、ですとか那智山黒飴、これもすごく人気です。全部美味しそうです。インタビューはこれで終わりましたが、見てる人にメッセージ伝えたいんですか？ありがとうございます。そうですね、今コロナでなかなか会社もどこの会社もそうだと思うんですけど、大変な時期が続いてます。それはうちも同様にすごくしんどい状況ではあるんですけど、これからも少しでもお客さんに売り場で楽しんでいただけるように全力で頑張ってまいりますんで、また売り場でキャンディーとか見たときは裏に宝製菓って書いてないかなって見てもらいながら楽しんでもらえたらなと思いますんで、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。で弊社では飴のことであれば何でもお問い合わせいただければ、OEM 商品作れます。棒付きキャンディー、型物キャンディーに限らず、お客さんの中で飴がやりたい、こんな飴がやりたいっていうアイデアがありましたら、もうどんどんお問い合わせいただければ、うちの方で商品化ご協力させていただきたいと思いますんで、何なりとお電話でお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。Bene, abbiamo ascoltato il presidente di questa azienda, Takara Seika. Come vedete ci sono un sacco di caramelle, tipi dei più svariati, quindi vi consiglio veramente di provarli. Se venite in Giappone molto probabilmente li troverete disponibili presso qualche negozio a Osaka, a Tokyo, Wakayama o anche in altre città. Potete chiamare l'azienda direttamente presso il numero di telefono che trovate qui sotto in descrizione. Quindi se conoscete il giapponese, e capisco che questa sia una barriera per molti, però nel caso sapeste il giapponese potete chiamare direttamente il numero di telefono. O altrimenti potete chiamare me o scrivere nei commenti e vi posso dare una mano per cercare di contattare l'azienda se siete interessati a questi prodotti. Detto questo, ringrazio il presidente dell'azienda e ringrazio tutti voi che state seguendo. Ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao! 本当にありがとうございました。ありがとうございます。